日本もマリアナ沖海戦に出動した主だった艦船にレーダー電波探信機を装備していた。しかしその探査能力はアメリカに比べて著しく劣り、おおよその方向と距離がわかる程度だった。しかも取り扱いも難しく、兵器としての信頼性を欠いていた。日本海軍は開戦当初の真珠湾攻撃などで多くの航空機を使ってアメリカやイギリスの艦隊を攻撃した。それは航空戦時代の本格的な幕を開け、これをきっかけにアメリカ、イギリスの海軍は航空機の攻撃から戦艦や空母などを守る防御装備の研究開発に拍車をかけていった。しかし当の日本海軍はその方向には動かなかった。それには海軍の戦い方の基本を定めた海戦用務令が大きな影響を与えていた。明治の日露戦争の前に骨格が作られたこの海戦用務令では、依然艦隊を主力にした先制集中攻撃が第一とされ、海軍軍人の多くがこれを金貨玉条としていた。このため航空機による攻撃さえ補助的なものとされ、レーダーに至っては守りのための装備と位置づけられ、その重要性はほとんど認識されなかった。それでも日本でもレーダーの開発研究は陸海軍それぞれに開戦前から密かに進められていた。このフィルムはマリアナ沖海戦の頃、軍の管理のもとに大学の研究者が行っていたレーダーの開発実験の模様を記録した珍しい映像だ。終戦までに実用化には至らなかったが、飛行機の高度測定用のレーダーの開発だった。しかし当時の日本では陸軍、海軍ともその秘密主義とセクショナリズムで研究体制はバラバラだった。したがって民間の科学者の頭脳を結集することができず、軍人の無理解の中で一部の科学者が細々と研究を進めていたに過ぎなかった。そして出来上がったレーダーも故障が多く、戦艦などに装備されても邪魔者扱いされたという。当時の日本の戦艦などは優秀な目を持った見張りの防御に支えられていた。遠くの目標を見分ける厳しい訓練で鍛え上げられ、その能力は名人芸とさえ言われたが、所詮限界があった。戦艦や航空機など攻撃兵器には当時の科学技術力を動員した海軍も防御のためにそれを使うことはなかった。